天界の人ってめっちゃ愚痴ってるイメージがあるの。あるよ。でも人間って我慢する癖が強いから、だから心が壊れちゃうって思ってて、いくら3ドル皆さんこんにちは。こんにちは。あやさきラジオのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに大台。大台50じゃない？何が？これ。あ、じじの年齢が固まっなんでやねん。体重？大台もう遠の昔に超えたよね。50これ。50回じゃない？ちゃうちゃう？わからん。ああ、50か？50？ 49？ 50？ 51？ 51はない。50？多分50。回。まあいいや。はい。まあいいや。もうね、寒くなったり暑くなったりね。ね、長袖着てみたけど、ちょっと暑いというか。ちょっと暑いね、長袖。でさ、こうやってまくるとさ、なんか寒いな、みたいな。まだ戻してくれ。本当に俺さ、服買わねえもんね。これね、久しぶりにさ、ユニクロでね。通販でしかサイズがないんやで。そうだよ。お店では LL までしかない？ L まで？ LL かな？まあ、どうせ入らんだよね。入らないから。だから、わざわざ通販、同じユニクロの。そう、ユニクロはね、4XL まであるから、実質 5L まであるということで。これをもう俺のパジャマになってく。これすっごい肌触りいいんだよ。めっちゃいいよね、これ。めっちゃいい。だからちょっと大量買おうかな。オンラインでしか受け付けてませんからね。お店行くまでもさ、物はないし、持って帰るの大変だし、行くのも遠いし。便利になったね。すぐ届くもん。運送屋さんありがとうございます。ありがとうございます。もう運送屋さんいないとね、どうにもなんないんで。本当だよね。トラックやっとったからさ、もう気持ちはわかる。大変だよね。それなりに文句言われるっていうね。トロトロ走っとるとかさ。何トロトロ走っとるって。トラック重いねんって。そうだよ。加速が遅い。それ重いねんって。でこうシュッて入ってくるもんね。そう、あれ怖いんだよ。もう止まれないから、重いから。で急ブレーキ踏んだらさ、荷物破損して賠償だからね。普通に考えてみて、普通はとかさ、嫌いとか言っとるけど、そういうとこは普通はってなっちゃうけど、常識はとかね。常識は一般的にはあんまり好きな言葉だよな。好きじゃないけど、好きじゃないけど、そう命に関わったりさ、だから今ドラレコっての結構できたからさ、あれで荷物破損したらさ、そのトラックのさ前の走った横入りした人の賠償求めりゃいいやんっていうね。できんのかな、接触してないから。車間取ってない方が悪いとか言っとってもさ、普通にうちら軽乗っとってもさ、車間取っとってもさ、お前のために開けたんちゃうねんっていうね、それをさゴーンとかお前のためちゃうねん。ほんで下がると、また違うやつが調子こいたやつがキュイーって入るね。お前のためちゃうねんって。車間距離っていうものがあるよね。それはね、もう命に関わるから危ないから。だってチャリンコでさ、そのカゴとかさ、重い荷物乗せとったら止まれやん。ゴンと持ってかれるよ。ヒューンってなるやん。それにもともと俺バイク乗っとった、でっかいバイク乗っとったから、こけたら死ぬじゃん。だから余計車間距離を取るようにしとるねん、癖で。それはどの車でもそうじゃないの？重いもの持っとったら止まりにくいしさ。だから車とか見とってさ、普通の車もそうやけど車間取ってない人とかさ、バイクでもさ、調子こいとるやつはどんだけでもいいけどさ、もう車間取ってないやつがガンガン抜いてくやつか、もういっぺん事故って足なくなればわかるよっていう。そうならなわからん。わからんのやで、本当に。危ない。あれね、うまいから事故らないんじゃなくて、横着な運転してて周りが逃げてるだけだからね。お前の運転がうまいわけじゃないからね。もうこれだけはね、うまいやつはいるかもしれんよ。おるかもしれんけど、大概のやつは、アホな運転しとんなってみんな避けていくだけだから。うまい人はうまいって言わないね。そう、自分で言わないから。で、あんなむちゃくちゃな運転しないから。だから周りがもう関わりたくないから避けてるだけだからねっていう。そこら辺履き違えたらあかんで。いや、本当にさ、俺やっぱ昔からバイク乗っとってさ、まあ大型でっかいのこれ昔乗っとったからさ、結局お釜掘られてさ、ぐっしゃぐしゃになってさ、病院送りされたけどさ、で、結局それも、相手、盗難車の、で、
だってなんでそういうのばっかになんか、でバイク保証してもらえない、自賠責自分のしかない。で相手事故ったのに俺気づいたの病院っていう。最悪。で車は追突警察が言われたのは盗難車です、で保険おりません、保証おりませんでその事故の下から車とバイク警察署置いてあるやん、残骸になった俺のでっかいバイク見てさ絶望だよね。最悪。もうもう思い出したなんでそういうのばっかに出会っちゃうのかな。だから俺事故ったことはないけど事故られたことはある。車の時も一回お釜掘られてるしね俺。あと今言ったさ、そのちょっと車の話ばっかりになったけどさ、車間取るやんか、でバイク乗っ取った時に車間を取っとったのに前を車ガンと入ってきて、もううわっと思ってちょっと体傾けたら、たまたまそこ橋の上でさ、スコーンと俺転んでさ、で足挟んでさ、そうなるわな。で相手当然関係ないやんか、こう入って抜けただけだから知ったこっちゃないやんか、俺危なくて避けたやんか。でバランス崩してバーンとこけたやん。で後ろの高速車はもう慌てて「大丈夫大丈夫救急車呼ばんでいい」っつってさ「ああ大丈夫大丈夫っす」っつって足バイクの下敷きだよ、200キロぐらいの。いってーと思って、うわこれ折れたかなと思ったら普通に足動くわっつって「よっこいせ」で普通にまた走ってったの。足俺折れたと思ったもん、さすがにあの時は。あんちゃん大丈夫かって、大丈夫大丈夫って、いやそういう時ほど危ねえやぞって、いや大丈夫だからって、本当に大丈夫だった。大丈夫だったよ。一応1週間ぐらい様子見とったけど、なんか普通に動くし別になんでもないなっつって。無意識に気使っとったんかな。かもしれんって。だから車間距離取りましょう。無謀な横入りやめてください。マジ怖い注意喚起で本当に。今ちょこちょこさ、やっぱ遠征とかで車で行くとさ、もう無謀な人とかさ、怖い人おる。怖いね。酔いたくないもん。何遍も会うからね。バイク乗りたい左も戻ってきたことだし、でもバイクどこじゃないんだよね今はバイクどこでもうでもうたまにバイク見ると思い出すよね。スクラップになったさ自分の大型バイクとさ、ぐっちゃぐちゃにお構い掘ったさ、白いセダンなんや、レクサス噂の。そうまあ型は古いけどねかなり、レクサス違う、レクサスじゃねえわ、スカイラインや。スカイラインって何？確かスカイラインだな。もううろ覚えやな。白は覚えがある。白のなんかうっすらパール入っとったような色だったと思う。イライラしてきた今でもたまにさバイク乗りたいなと思う。だからレンタルバイクとか一時あったんだけど最近また見なくなったしね。あれかな、またあれだな扱い方が悪いとかね。売られるぞ。やっぱやばいよ。レンタル業界もうやばいよね。本当にニュース見たほんとやっとれんよねっていう。交通ルールから愚痴になってるけどラジオやまあラジオだからなんでも、ね、雑談でまあ雑談系でまあちょこっとお悩みぶち込むかなっていう感じでね。じゃあ注意喚起といえばさあれだよ、またなりすまし出てるからね。また前注意喚起がっつり出したやつ、あれのまた別のやつでしょ。同じことやったでしょ。インスタの方は綾崎のりし西との満作の宿りし西との掛け合いで、綾崎のりしその N が U になってるバージョンがあるから、そっちはうちらじゃないんでここで言ってもちょっと埋もれちゃうかもしれないけど、埋もれちゃうから、まあ、改めてもう一回撮るかもしれないけど、ちゃんとした正式のやつは YouTube からの概要、そっからでしか入らないから、それ以外のものは全部違う。1個しかないからアカウントは、そう1個しかないから、裏垢とかないから俺、裏でぐちぐちやってるとかね、よくなんかあったからさ絶対これ綾崎でしょうって裏で私たちアンチをなんか潰そうとしてますよとか言ってさ、なんか変なコメントあいちにあんまり言わないように、俺ファンの方にもあったんやて、初めは放置しとこうなっていう話し合いだったんだけど、あまりにも見苦しいから
フォロワーの人がもう見てて不愉快ですから何とかしてくださいってのがあったもんで、もうなるべく徹底的に削除とブロックをするようにしてるだけで、それを消したら都合の悪いことは消すんですねってさ、また違うアカウント作ってさ来るやんか。もうしつけえわつ、どんだけうちらのこと好きやねんつ大好きかついつまで見とるんやと。そう俺さ、その心理が分からへんわ。嫌いだったらさ気分悪くなるもんね。もう見ないよね。毎日気分悪くなることしとるってことだよ。なんでって。だからやっぱ大好きなんやろって。大好きなんだよ。認めてほしいんやろ。僕ちゃん、お嬢ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんお子ちゃま、お嬢様まあどこらの世代。どんな感じ？俺それ見てないからさ、インスタのやつ。もう LINE に誘導して結局同じやつ、詐欺に引っ張ってくってやつ。そう注意してく投ださい。資系の投資かやつ。確かに将来心配だからさ、投資とかね、まあ、投資っていうとあれやけど積み立てとかさ、なんとかしようっていうのはうちはやっぱ気持ち的にはあるけど、心理的にさ絶対儲かる話ってさあんまり他人に言わないよね。言わないでしょ。だからなんでそういう投資の話とかさ。そうだからあれが分かんない。だからまあ気をつけてくださいと、改めてその注意喚起は出すかもしれないけど、アカウントはうちらは一つしかないし、正式なものはその YouTube の概要のとこしか出ませんよと、そっからしか入っちゃダメよと、それ以外から入ると万が一があるしね、そのデータ抜かれるとかさ乗っ取られるとかあるかもしれないもんで、まあ雑談と前置き、まあ交通ルールを守りましょうと、やっぱあと変なアカウントが増えてきたんでまた気をつけてくださいっていう事前のお知らせが長かったということで、じゃあちょっとやっていきますかね。遊んでないよ、混ぜてるんだからね。濃いな。30代女性マニモニさん、守護様に感謝を伝えたいのですが、一人で喋ってると恥ずかしくて変な感じです。筆談で質問や感謝を伝えることはできますか？その守護様が古いと字読めないんや字読めないんやで。だってよくよく考えて100年前のさ日本の字見てみて。無理。しかも日本人とは限んないし、限んないし、ちょっと難しいかなって、言葉はさやっぱ長年いるからなんとなく覚える、俗にラーニングヒアリングってやつやもんで、なんとなく覚えてるから言葉は通じてくんだけど、文字は難しいな。難しいやろ。だってテレビですらまだね理解が難しいのに、そうテレビを説明してもどんだけ説明しても理解してもらえない、なんでこんな箱に人がおるのだ大丈夫かこの中の人とかねよう言われたわ、で最近薄っぺらくなったもんで、そういう人たちなのかっていう話になったよね。この中にいる人たちはっていう。確かに、だからその初めの頃さこの番組っていうかこういうの撮ってるじゃん、携帯でスマホで撮っとるやんか。もうまじまじとして見とったからね翔さんはもう理解した。そういうもんだっていうまとめたまあそんな感じでね、だから筆談は無理かな。ちょっと難しいかな。だからやっぱ口頭、やっぱ一人で喋ってるとおかしい、恥ずかしい、こっち的なさやっぱ恥ずかしさはやっぱあるけど、どう思うんだろう守護さん的には。そうか、そうだよね。感謝を述べるのになぜ恥ずかしがるのっていう。まあシンプルにそうなるか、そもそもいる存在してるわけだから、一人でも二人だからただ感謝を伝えてるだけなのになぜ恥ずかしいのか、シンプルにそうなるわな。そういう風に今言ったけど、でも見えてない側からしたら一人ってなるから、ありがとうって言ってもだから疑心暗鬼になったんだよね。ちょっと疑心暗鬼だから恥ずかしいのか。そう本当に言うのかが分かんないから、俺の場合普通に見えてるから、だから俺たまに独り言言うよね、俺なんかどっか見とってベラベラ喋ったりさ恥ずかしいってそれが普通だから俺にとっては。だから感謝の言葉を述べる時点でなぜ恥ずかしいのかって。じゃあそれ言ったらさ嫌な言い方になっちゃうのかな。寂しい子とかさ親の愛情が少ない子ってさ、そのいろんなパターンがあるね。グレちゃう子もいればさ、
他の変なさ、あんまり良くないお友達と付き合うようになる。でもその中にはさ、ぬいぐるみで話す子とか言うじゃん。それ恥ずかしいのって。ねえ、聞いてよ、みたいな。そうだよね。別に。それこそ子供だから許されるんじゃなくて、俺大人の相談も受けとくか、それ。普通に OL の人が、俺もそうやけど、ぬいぐるみいっぱいあるねで、ここ見えないけど、それで、呼ばれて、いろいろ相談受けて、部屋にぬいぐるみが結構あってて、そうしたら、中で話してる時に、私ってぬいぐるみこうやって持って、悩みとか聞いて喋るのって悪いことですか？なぜって。何が悪いのっていう。で、俺言って。いいんじゃないの？聞いてくれるしっていう。それが悪いものが取り付いてたらまずいよって。ただ自分の愛情を持って、お迎えしたぬいぐるみちゃんとお話しするのが何が悪いのって俺言って。もしかしたら君の霊力や念がこもって、つくも神になるかもしれないじゃんっていう。そうすると答えてくれるかもしれないじゃんっていう。何が悪いのっていう。まず根本だね。概念を変えた方がいいってことね。なんか一番初め普通はとか一般は好きじゃないって言ったけどさ、やっぱ好きじゃねえわ俺は。ルールは大切よ、命に関わるようなルールは。でも事実としては存在してるんだから、俺に見えてるのは。単なる妄想だったらね、例えばね、まあ変に突っ込まれるとあれだけど、じゃあ、ここまで44年 ?5 年まあいいや、読んで。こんだけ合わせるのってさ、大変じゃねってある意味。辻褄とかさ、他人に話す言葉とかさ、相手に諭すような言葉とか、どっかでほころびが出たりズレが出るやんか。それ基本的に出てないじゃん。出てません。出てるっていうやつってさ、勝手に改変してるだけやんか。むちゃくちゃに。しかも会ってないじゃん、俺と、その人って。俺と会っとる人って、ほぼほぼね、100% ね、何かしらの影響を受けてるんで。俺と喧嘩して、会って喧嘩してる人って、もう、鼻から喧嘩越してきてるから。そういう人たちはどうでもいいんやで。でも、頼ってくる人ね、ちゃんと本当なんとかしてくださいって言って、俺が助けようと思って頼ってる人って、ほぼほぼね、ちゃんと良くなってるから。クレームなんて一件もないからな、俺。今んとこ悪いけど。どんな過去遡っても。いつぞや出した車の件はあれ、クレームじゃなくて相手が悪すぎるから。最初からじゃん。初めっからだから、そう。初めっからだからね。それをクレームって言ったら頭おかしいよっていう。だって、愛知とこうやってやっても、一件もないでしょ、クレーム。ない。むしろずっとね、慕ってくれてというか。で、変な風に言ってくる人ってさ、なんか他の情報を勝手に混ぜて、んで、そっちを信じて文句言ってくる人ばっかりやから。だからそんなんだよ。人の噂はめんどくさい。伝言ゲームやで。ほんと、前も出したみたいな。正しくは伝わらないって。正しく伝わるのはあった人やで。俺と。それこそさ、その真実をこうやって発信してる、事実を話してるだけでもさ、その愚痴と捉えられてしまう、それなんかどうなんだろうと思ってさ、愚痴といえば愚痴なのかもしれないし、事実といえば事実なのかもしれないし、愚痴を聞きたくありませんって言ってるそれも愚痴じゃないのって思うし、じゃあ別に見なければもうそれで終了じゃねって思うし、なんかちょっといろいろって思うことがそうつじつまおかしいよねって、筋が通ってないよねって、相手の行動もって、最近めっちゃ思ったのが、展開の人ってめっちゃ愚痴ってるイメージがあるの。あるよでも人間って我慢する癖が強いから、だから心が壊れちゃうって思ってて、だから発散するとこはちゃんとしてるからね、向こうでも。そうだからめっちゃ愚痴を何時間も聞かされてきたわ、大変だったわみたいな感じで言うじゃん。だって2日3日俺愚痴られてさ、酒飲んで付き合わされただってあんだよ俺。でもそれをするから精神を保てて、その消滅しずに生きてけれるわけで、人間は我慢しすぎて壊れるじゃん。大地も壊れたからで体に影響が出て寿命が減ったり内臓が壊れてくるんだよ。そうだからちゃんと吐き出しなさいってずっと地位から最初の頃から言われて今まで来たけど、やっぱそれでも我慢するところがある。そうすると体調がおかしくなってくる。そうだから吐き出せっつうの。だから俺は普段から愛知と会った時に、その今でもさずっとそうだけど、俺が愛知に愚痴りやん、そうすると愛知嫌な顔するやんか。いつまで愚痴っとるんやと思うの。でも俺は愛知も同じように愚痴れと思っとる。そういうことだよね。そう見本として見せてくれてんだよ。見本としてやっとるから、そうすれば同調してやってくれるかなと思ったけど、逆に愛知がイライラして不機嫌になってくもんで、愚痴っても仕方ないやんって思うでしょ。一瞬ね。だからそれはあかんよって。でそれで体調壊してくるんだって。
だからそれを発散させようと思ってくだらんこと言ったり、その世の中こんなんだわってちょっと愚痴っとる感じで一緒に、同調して愚痴ってようと思っとんのに、やつはもういいわみたいな感じになるとか、なんでっていう、だから昔の癖、それが我慢すればいいって思っちゃってる。だからそれをちょっと抜かんというか、多分これを聞いてまた愚痴かと思う人もいるかもしれないけど、やっぱ我慢する癖があるから。だってその我慢して亡くなった方の相談もあるからね、いずれこれ出すけど、まだ取ってもいないし、ガチャに入れたか入れてないよね、まだ。残った男の子の復讐者まだ書いてないと思う。書いてないよね。だって2年前に書いて終わってる。そうだよね。だからストレスとか我慢が引き起こした被害で命を落としたっていう方も全然いるからね。だから気づかない間にマジで溜まっちゃって、もう魂すらもとかさ。そうだから魂精神がやつれて影響が出るのは肉体なんやて、でも展開は肉体がないもんで、まあ一部はあるよ、一部はあるけど肉体がないもんで、その精神を安定させるためにはどんな発散の仕方があるかって、もう3日には酒飲む人もいれば、もういきなり連絡取らずにどっか消える人もいる。ただそのためにはちゃんと下準備して迷惑かかんないようにしますよっていう。人間の場合は我慢して我慢して我慢して、ある一定水準いきなり蒸発するとか、やけ酒いきなり飲み出すとかね、それ次の日仕事あるやんって、それがダメだっつと。やけ酒付き合わされた時も仕事散々終わらして、休暇1週間ぐらい取って3日間飲み続けたってやつが、ちゃんと筋通ってルール乗っ取って周りも配慮しての愚痴だからみんな、なるほど。もういずれね、その細かいことでね、我慢しとってね、そういうこと考えとるとあっち行くと大変だよ、まあほぼほぼね、その面支部の方なんやけど、あの世のとこでそういう人ばっかだから、そこに気づけると気づけないじゃえらい違いだからね。ということであと1枚ぐらいいくかな、すんなり終わらないのよ。40代女性うっこさん。YouTube いつも拝見しています。本の出版おめでとうございます。ありがとうございます。サイン本にも力がこもるとのことで嬉しいです。どのくらいの間力は継続しますか？まあおよそ3年は持つようにはしてる、基本的にはね、全部なるべく、時と場合によるが、その器次第だから、本だからどうだろうっていう抜けやすいかなって。やっぱ比べちゃうとね、やっぱ推奨は持続しやすいとか入れやすい、純度の高い電池みたいな感じで、でも本とかそういう場合ではっきり言ったらこれでも力付与はできるよって、何でもできるんだけどってことね。そう、何でもできるけど抜けやすい、壊れやすい、そんだけのことで、でも質がいいもん。何がじいちの力だよ。なんとも思っとらんわ俺は。そんなんですか。はい、お時間的にどうでしょう。そろそろ早くね。もう1枚ぐらいとこか。もう1枚ぐらいいっときますかね。じゃあいっぱいあるね。全部言い切れんかもしれん。50代女性、やろう55555555さん。ゴーゴーカレー。東山動植物園のゴーゴーカレー。そんなあるの？あるよ。ライスバーガーもあるよ。何それ？なんでこうなの？ゴリラの555。イケメンゴリラ。有名じゃん。知らない？イケメンゴリラ様。はい。昔ゴリラのぬいぐるみ可愛がっとった昔。なんか気配あった？今なんかあったなと思っただけでいいよ。ゴリラのぬいぐるみ。ゴリラだよ。何それ？種目名が。種目？ゴリラ族ゴリラかゴリラ目だっけ？あれ？ゴリラっていう名前？正式名がね。正式名称？なんとかかなんとか目なんとかっていう、大体名前はそういう風に分類されるんやで。確かゴリラ間違っとったらごめんなさい。これいいのかな。一旦読むね。宇宙人に誘拐されてしまった場合、地球以外の空間でも守護様はおそばにおられるのが可能ですか？守護がついていくかって話？それは全然ついていくよ。
守護様でしょ。全然ついてくよ。なんで？いや、そういう宇宙人系の話ってさ、面識が多いからさ。ああ、一応ね。うん。でもまあそんなぐらいは全然ついてくし、まあ離れるのも可能だから、その守護様がでもな、志しっかりしてる方だから見放すってことはないよね。宇宙に行ったからっつって。それはない。一応、頑張るだろうけど、ジェネレーションギャップだよね。恐怖だよね。もう見た目も文化も何もかも違う。日本から外国行くなんて比じゃないよねっていう。青函やで。星と星の間っていうか。守護さんも未知だもんね。未知だ、怖いよね。どうだろう、そこまで行くと情報提供するのが、まあそんなこと言っとったらきりないわな、展開側から。そうかな。あんまりしないと思う。ついてくはついてくよ、普通に。ってな感じで。はい。おそらく50回。おそらく。撮るのが必死でね、やるのが必死なんで、もう50回をお迎えすることができて、まあいろいろあってね、ちょっと100回は今年中には無理かなっていう感じで、来年には100回を超えたいかなっていう感じでお付き合いいただけるとありがたいかなっていう感じで、ではでは今週はこんな形で、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、勝った方がいいかんじゃない？そういうのいいよ、男気かよ。痛い、肉。肉